皆様こんにちは、おともです。加工トン電の続きいきます。後半戦開始。袁紹を打ち破った曹操は軍友の中でも飛び抜けた存在となった。丞相の地位を得ると要衝慶州を手中に収めるべく南進。そして慶州志士劉氷の家督騒動に乗じ、曹操は労せずして慶州を得た。一方、慶州に投留していた劉備は曹操の手を逃れるため、自らを慕う民を連れ公領へと遁走を開始する。劉備が地盤を得て台頭することを懸念した曹操は直ちに追討軍を編成して劉備を追った。結局邪魔になったか。呂布もろとも可否で切っておくべきだったな。仕方あるまい。わし自身あの時の判断は慢心とは思っておらん。劉備の人心を集める力、それは素晴らしく、また恐るべき才。だが情で民衆を導いても世は変わらん。同じことの繰り返し。相変わらず面倒な話だな。もういい。俺には奴がお前の邪魔になるという事実だけで十分だ。行ってくるぞ。はっ。これだよ。このくだりいる？確認は必要だろ？同じでも。そんでこのステージがある意味加工トン電最大の問題時、逃げ回る優備一行を捉え、撃破するのが非常に難しい。その上で撃破数300の先行もある。マジで。冗談抜きで難しいです。ぶっちゃけた話、これは操作云々でどうにかなる問題じゃないからな。全部システムは迫り来る敵に対抗できるよう発展したもの。だからそもそも交戦する気がなく逃げ続ける敵を、こっちから捉える作業には対応してない。つまり成功法は土台無理ゲー。だからそれに代わる攻略法をご紹介。ただそれでもスマートに攻略できるかどうかは、多分に運が絡みます。あしからず。それじゃあ始めよう。加工トン電第4章。長藩の戦い。過北慶州を制し、曹操は次の標的を劉備に定めた。情で民心をたぶらかし方向へ導く劉備。将来の禍根を除くため、黄昏燃える長藩をかけろ。このまま劉備を天下に放ってはおけぬ。生死は問わん。奴を追い捕らえるのだ。やはり曹操は悪鬼の化身じゃ。民に構うな。我が軍が追い打つべきはただ劉備のみよ。民をつつけば劉備は足を止めて振り返る。有効ですが優雅とは言い難いですね。じゃあ始めるぞ。まずは劉備の体力を4分の1削ります。4分の 1？ 上位を召喚するためですね。出現条件がこれ。後半出てこられても鬱陶しいんで、劉備の体力を削りつつ、他の敵軍団も足止めしましょう。劉備の移動速度は全体式に影響されます。つまり敵軍団を減らして突破量の取り抜くと引きを削れば、劉備の移動を鈍らせつつ、確実に足止めできるようになるのです。話を戻して劉備の削りがあとちょっと、ジャンプ途切れたせいで削りきれなかったか。そうそう。でももう溜まった。これで押し込め。この部は劉備殿の大使のため。いざ超支流の槍、一阻む者は容赦せぬ。強運出現。よしよし、これで劉備の削りは終わり。取り巻きを殲滅しましょう。
しかしこれがきついんだ。ユービックのここの敵軍団はとにかく投げ重視。こちらが攻撃しても、多少足を止めるだけですぐうどん再開。普段と同じ感覚で戦うとあっという間に引き離されてしまう。そのためとにかく攻撃を振って足を止めさせましょう。一旦妨害で間が空いたが最後、追撃は困難に。そういうわけで前と位置管理、敵の動向把握は徹底しましょう。敵将過去を現状が討ち取ったつい、劉備の取り巻き一掃完了。あ、使った。これでこのステージは8割終わったようなもん。現在開始1分37秒。趙雲もすぐ来るな。ちょうどいい。迎え撃とう。趙雲が来る前に一掃できてよかった。ちなみに趙雲はプレイヤー一直線。出抜く必要がなくて助かる。敵将過去を現状が討ち取なんかこうってくれたわ。除寸の危険があるのに安易に使うな。というわけで趙雲との対決、やっていこう。趙雲はハイパーかこそすれど完全に短期。一旦エリクビ掴んじゃえば基本的には大丈夫。そのハイパーかの斧のおかげで、素早く削り切れそうだ。谷隊長がしちゃったか。こいつ倒しちゃうと先行失敗なんで、避けつつ削る。趙雲撃破、怠慢敵将など恐るに足らず。イジクもいたか。こいつも切らないと。敵将過去を現状が討ち取ったちょっと、谷隊長邪魔なんですけど、こいつら攻撃能力ないくせにひっついてくるんだよな。そうそう。だから注意しないと間違って撃破し先行失敗。うまいこと避けながら削るべし。こう考えると思考行動ルーチン自体は、普通に軍団準拠っぽいんだよね。それで攻撃だけしないようプログラムしてある感じ？前半戦を終え戦況確認。現在開始2分46秒。大体問題ないね。近場の官僚撃破だけ手伝おうかな。あ、なんだ、禁止じゃん。別に引けば禁らんかった。打足気味だけど官僚撃破、味方進んでくれ。続いて初の南に湧く副兵退治。事前に兵を排していく。見事。さすがは諸葛亮だ。神を案じつつ兵は捨て石とし同じ命である。このセリフ好き。相当の論理性、言葉選びも相まってかなりきつい皮肉。谷を大事にしてるようで、実際は地獄の投資をさせてるわけで。そうなりの倫理観に、この投資のみならず、劉備のやり方全般に対する疑問というか、不条理さを感じているのも伺える。でもこの投資のそもそもの原因が、曹操ってのもまたミソなんだよな。ご飯遺跡撃破、器用なモブなら大したことない。これで味方が足止めされずに済む。さて次はどうしようかな。倒し行った方がいいかな？まあ順当じゃない？遠いけど。でもめんどくさい。いい感じに味方とぶつかってくれないかな？それを期待して一旦放置、関を倒しに行く。そんな決体な。まあでも序盤で劉備の取り巻きを一掃できた時点で、もう逃げられる心配はなくなったからな。ゆっくりやればいいか。そう。もう慌てる必要はない。話を戻して関を倒しつつ撃破数も稼ごう。先行目標の300にプラスアルファを狙う。関は取り巻きが多いですが、ハイパー化はしてない。かなり柔らかいです。堅実に削っていけばよし。そうだ、新三国無双オリジンズ面白いですよね。無双としてのとっつきやすさとカウンターの楽しさ、入出力の快適な操作とアクションを兼ね備えたシステム。まだ序盤しか触ってないけど、感触は非常にいいです。あと登場人物のモデリングや映像、演出や言葉選び等もかなりいい。特に感じるのがモブの顔。別個性だけど味のある表情や風合いが出て素敵。過去作と比べてもいろんな面で相当進化してます。世界観にしっかり浸れる作りになってます。楽しい。関撃破、どいてこずった。これで先行1達成、プラスアルファもそこそこ稼げたね。全然ぶつかってねえな。そもそも無理筋なんだって。まあいい、じゃあ最終戦前に良かだな。いやーしかし、対下コートン用の関羽のセリフ、とてもいい。関羽の人となりがよく出てる。そして下コートンがなんで関羽を気に入らないのかもよくわかる。そう。無意識の傲慢さがさりげなく、でもしっかり滲み出ちゃってる。丁寧で敬意もあるけど、あくまで上からなんだよな。領下を倒します。例によって避難民がくっついてるんで、誤って倒さないように。一定、兵と避難民が紛らわしいよう。職及び劉備軍の兵は簡素な格好なんだよな。だから見分けづらい。これが本当のゲリラ兵ってか。までたどり着いた。私もすぐ行く。しばし
すぐ一とか言ってるけど気にしなくていいです。序盤の取り巻き探しをちゃんとできてれば、しっかり味方が足止めしてくれるんで。水溶化撃破、地味に時間かかった。これで本体に合流できる。そんで、残りの敵は劉備だけです。よしよし。仕上げにかかるぞ。夕日に照らされた超反響を渡り、今君の元へ行くよ劉備。なんすかその歌。劉備が正射撃ってるんでちょい待機。この武器弾やガンついてないんで。お、やんだ。じゃあ倒しにかかろう。先回りして進路を塞ぎ、襟首掴んだら一気に押し込め。よし来た。強襲発動。凍結も出た。さあ削り切る。行くぞ。覚醒強襲連無限波ラッシュ。劉備撃破、これで攻略完了です。なんとか乗り切った。逃げる敵軍団を止めるのは、ほんと骨が折れるぜ。よし、劉備を捕捉したんだ。あとは奴を亡き者とすれば。十分な戦果だ。すまん、猛徳。討ち取るには至らなかった。構わん。奴を慶州から引き剥がし、力を削いだだけでも上出来だ。今宵は満月だったか。加工トン、後で先に付き合え。司教の湧く夜だ。天より与えられたこのせい、随分と戦に費やすな。らしくないな。わしとて人の子、命の儚さは憂う。だが宋猛徳の波動はその先へと伸びるのだ。命をも超える志か。つくづく面白いやつだ。生きてそれを拝めるようせいぜい戦うとしよう。クリアタイムは6分31秒。撃破数398。いいぞ。プラスアルファをかなり稼げたな。しかしここの攻略は慌ただしいわ。序盤2分に全てがかかってるからな。きつすぎるって。でも加工トンはむしろここ向いてる方。攻撃範囲広いから足止めしやすいし。あとは乱舞締めがいいね。すぐ終わる上に地響きだから、吹っ飛ばさない。下手に散らしちゃうと、再捕捉が厳しくなるからな。馬術もあるし。意外な適性だ。では、加工トン伝第4章はここまで。ご視聴ありがとうございました。